皆さん剣道の試合で構えている時にただなんとなくやーってそれっぽい動きをするだけになっていませんか？これをちゃんと目的を持ってあることのためにこういう動きをするだとか、そういうことを意識するだけで試合にどんどん勝ちやすくなっていきますので、それについて今日はお伝えしていきます。皆さんこんにちは。剣道ステップアップチャンネルの K です。この動画ではこの剣道ステップアップチャンネルというサイトの剣道の考え方、その中でも構えている時の戦い方、これについてお伝えしていきます。この剣道ステップアップチャンネルでは剣道をやったことがない方から剣道を10年以上続けられている方まで、皆さんにお楽しみいただけるような動画をこのようにどんどんアップしていっておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。If you want to know about Kendo in English, you can translate this website by this English button. I'm improving my English and I will upload videos about Kendo in English, so please wait for that. さて皆さん、剣道の試合で構えている時に何を考えて動けばいいのかわからなくないですか？私中学生高校生とかその時には正直あんまりよく分かんなかったんですよね。なんとなくこう近く入りすぎちゃいけないんだろうなとか、遠くだと届かないからこのぐらいの距離でなんとなくやーってこうやり取りしながら、いいかな、なんかいけそうな気がするとか、相手が目打ってきそうだ、それに対してどうとか固定とか、ちょっと出花面で早く打ってみようとか、そんなこと考えながらなんとなく戦うっていうことをしている方が大多数だと思うんですね。ただこの構えている時に、あることをですね意識し始めたら、ちゃんと何の目的を持ってどういう動きをするのかというのを考えられるようになったんですよ。そうすると無駄な動きをしなくなって、剣道の試合で安定して勝てるようになっていったんですね。でそうすると試合でも勝ち進めますし、自分が無駄な動きをしないのでボロがあんまり出ないんですよ。そうすると、当然負けにくくもなってくる。安定して試合で勝ちたいな、もうチームに迷惑かけるわけにはいかないから、もう試合ではボロ出さずに、しかも相手を倒せるように一本取れるように戦いたい、そう思う方はぜひこの動画を最後まで見ていただいて、全国大会まで勝ち進んだ私の考えていることを全部包み隠さずお伝えしてみようと思いますので、楽しんでいってください。ではですね、結論からお伝えします。剣道の試合で私がこうやって構えている時に考えていること、それは相手の心の状態、精神状態を自分の精神状態よりも比較的不安定にさせること、それを目的に戦ってます。それを目的に動いてます。皆さんこれを聞いてちょっとどういう感想を持たれるか、ちょっとわからないですけれども、この答えに至った、考え方っていうのはこれからお伝えしていきますね。まず剣道の試合で一本を取るためには相手が崩れてないといけないです。相手が打とうとしているところっていうのを一つの崩れだと思えば、相手の出花のタイミングも崩れていると、相手に隙がある状態、その相手の隙をまず作らなきゃいけないんですね。そうしないと一本取れないので。で、相手がそういう崩れている体勢、相手に隙ができている状態、その状態にするためには何をすればいいかというと、相手の体の動きっていうのはまず相手の心があって、それが反映されて体の動きとなって表面上に出てきてるわけなんですね。で、皆さん剣道の試合の時にすごい緊張してバクバクして体が動かないとか、相手がめちゃくちゃ強そうだ、これ自分勝てるかなって不安になったりとか、これ勝たなきゃいけない、これどうすればいいんだって言って
なかなか思ったように体が動かない、どうやって戦えばいいのか混乱しちゃって思うような試合ができない、そんな経験皆さんもきっとあると思うんですよ。でその時ってそのあなたの心の不安定さ、それが試合に出てるんですね。でその結果試合でやっぱり不安定な気持ちでいると、相手が思い切ってドーンって打ってきた時にそれに負けてしまう、圧倒されてしまう、そうやって試合で負けてしまうと。ただちょっと考えてみてください。自分は緊張はしますよ、人間なので。緊張はしますけれども、相手が自分よりもっともっと緊張して心が崩れてたらどうなると思います？だんだん相手が見えてくるんですよ。相手の弱みが見えてくるんです。もう相手が自分も緊張してるけどよりもっとガチガチで全然動けない、いやどうしようっていう風になってる状態を見たらちょっと落ち着くんですね。あ、自分はちゃんと戦えると、この試合を。で相手が崩れたところをしっかり打てばいいんだ、そう思えるんですよ。なのでもう相対的にと言ってたのはそういうところで、自分の心は崩れることはしょうがない。緊張するときは緊張します。大事な場面では緊張します。ですけれども、それよりも相手の心がより揺さぶられて緊張して怖がって相手がグラグラしている状態に相対的にしてあげることによって、試合の前提、相手との駆け引きのその土台を精神的に相手を上回っておく、その状態を試合が3分間だったら3分間、5分だったら5分ずっと保っておくんですね。それを目的に動くと、試合がどういうふうに今なってるのかというのをちゃんと理解しながら、あ、今上回ってるわ、あ、今ちょっと自分が相手の気持ちよりもちょっと下回って崩れちゃってるなとか、そういう精神状態の駆け引きというのが分かってくるんですね。これは本当におすすめで、それを徹底することによって試合をずっと優位に進めるということができるようになってきますし、その差が大きければ大きいほど確実に相手から一歩を取るということができるようになってくるので、この構えている時のやり取りっていうのがもっと目的とその手段、その結果というところまでちゃんと一本まで組み立てていくということができるようになっていくと思いますので、これはまず頭に入れておくといいかと思います。で、じゃあどうやってその精神的に相手より上回る状況を作れるのか、これをお伝えしていくんですけれども、まずですね、相手の精神が不安定になっているというのはどういう状況をイメージされますでしょうかね。相手が緊張しているときは相手の心は不安定ですよね。緊張してガクガクでどうしようってなっている状態は崩れてます。相手の心が崩れてます。で、相手が怖がってる、自分がすごくこうビシッとまっすぐこうやって構えて、それでプレッシャーをかけてこうやって相手に立ち向かう、この自分が崩れないでいるということが相手に対してプレッシャーになって相手を怖がらせることができる。それで相手の精神は不安定になる。なんか強そうこの人ってなって、相手の精神が自分よりもこうバランスが崩れていくと。で、他にも驚かすっていうのがありますよね。マジこれ来るのっていう感情を起こさせる動きをすると。なので驚かす方法は皆さんこういうふうに考えていくと、あれすればいいんでしょっていうのがいくつか頭に浮かぶと思うんですよね。例えばフェイント、小手を打つわけでもないのに小手を打ちそうな仕草をすると。他にも分かりやすいので言うと、パンなんて足を鳴らして相手にこうドキッとさせると。それが相手を驚かすっていう、具体的なやり方になると思いますね。その他に
なかなか表面に出てこない、表面に見えづらいですけれども、相手を迷わせるというのもあります。相手が何度も例えば逆動を打ちましたと、逆動を何回も打ってたら相手がだんだんこうやって防ぐのをためらってきて、どうしようって思わせたところを面を打つとか、これは典型的な相手を迷わせてるという方法になります。そうやって相手を怖がらせたり、相手を驚かしたり、相手を迷わせたり、そういうことをするためにどう動くのかというのを理解して、でさらにそれがちゃんと相手に効いてるのかどうかっていうのを意識的に相手をよく見ておくんですね。で例えばただこうやって足をバンってやってるのに全く動じない選手とかいるじゃないですか。何やってんのみたいな反応をする。これも戦略なんです。そうすると逆にこっちが聞いてない、せっかくバンってやったのにみたいな、そういう風になって逆にこっちがおっとってなっちゃうっていう、精神的に相手より不安定になって、でそこを相手に攻め込まれたら負けちゃうと、そういう精神的な駆け引きの中で剣道の試合をやっていくと楽しいんですよ。これはただの剣吉みたいな話なんですけれども、本当に楽しいんです。なんか精神的にこう上回ってるか、自分が今ちょっと押されてるなとかで、それが強い人同士になってくると全く精神が崩れないんですよ。本当に隙がない。その中でわずかな心の迷いだとか一瞬の動きを誘ってそれと反対の動きするとか、そういう高いレベルの戦いが全国大会ではあると思うんですけれども、そのやり取りの基本はまず精神の中で、心の中で相手と攻め合う、これですね。これがちゃんと意識してやっているのとやっていないとでは、試合に臨む時の動きの無駄のあるなし、実際のその動きの効き目のあるなし、そういったものが全く変わってくると思いますので、次の剣道の試合とか、普通の自稽古でもいいです。その時に自分は精神は安定、平常心、絶対に崩れない。その中で相手に対してどれだけ怖いと思わせるか、どれだけ相手をびっくりさせられるか、でどれだけ相手を迷わせられるか、そういうことを構えている時に、その目的のためにじゃあどうするのかというのをぜひ考えていただきたいと思うんですね。また次の稽古の時にちょっとそれを意識して戦ってみてください。この動画を見て次の稽古でちょっと試してみようなんて思ってくださった方はぜひいいねボタン、またこのチャンネルでは全国経験者の私がこの自分の経験を通じてこうなったら良くなった、こうなったら勝てるようになったとか、そういうことをどんどんお伝えしていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。